皆さん、こんにちは。日本上場企業研究家の上杉翔平です。今日紐解くのはソニーグループの物語。ソニーと聞くと何を思い浮かべるでしょうか。音楽、映画、ゲーム、カメラ、そして小さな半導体。その姿は一つの言葉ではなかなか収まりません。今のソニーは電機メーカーというだけではありません。人が見て聞いて遊んで記録する、その体験を世界中で支える会社です。けれどこの物語の始まりはとても小さな場所でした。戦後間もない東京、日本橋の一角に若い技術者たちの工房が生まれます。その名は東京通信工業、後のソニーです。資金も人も多くはありません。けれどそこには自由に物を作ろうとする熱がありました。創業者の一人、伊深勝は自由闊達な工場を夢見ました。ただ命令通りに作るのではなく、技術者が心から面白いと思える場所です。もう一人の創業者、森田昭夫は外の世界を見ていました。日本だけでなく世界で通じる名前を育てる。その視線が後のソニーブランドにつながります。ソニーの初期の大きな一歩は音を記録する機械でした。日本初の磁気テープレコーダー。声や音を時間の外へ運ぶ道具です。音はその場に消えていくもの。けれど機械があれば後から聞くことができる。この発想はソニーの長い道に何度も顔を出します。次に現れたのはトランジスタラジオ。大きな機械を小さく軽くする。音を部屋から外へ連れ出す。そんな挑戦でした。ソニーという名前は世界で覚えられる短い響きを持っていました。大きな注文を前にしても他人の名ではなく自分たちの名で売る。その選択がブランドの土台になります。こうして小さな工房は世界へ向かう会社へ変わっていきました。けれどソニーの面白さは製品の数だけではありません。人の暮らし方を変えようとしたところにあります。映像の時代が来るとソニーは家の中へ入りました。画面の向こうにニュース、スポーツ、物語が流れ込む。家族の時間も少しずつ変わっていきます。やがて音楽は部屋を出ました。歩きながら自分だけの音を聞く。それは機械の進歩であり、暮らしの景色を変える出来事でもありました。ここで翔平の小さな帳簿です。ソニーという名前は音を連想させる言葉と若々しさを感じさせる響きから生まれたとされています。短く国を越えて覚えやすい名前。これもまた世界へ出るための発明でした。ソニーの道は音と映像だけでは止まりません。次に大きく開いた扉。それがゲームの世界です。ゲーム機はただの箱ではありません。人が集まり物語を体験し、友人とつながる場所になりました。ソニーはそこに大きな市場を作っていきます。投資家の目で見るとここが大切です。ゲームは機械を売って終わりではありません。ソフト、サービス、ネットワークが続いていくのです。ソニーには音楽の畑もあります。アーティスト、楽曲、レーベル。一曲の歌は国を越え、時代を超えて届く資産にもなります。映画もまたソニーの大きな柱です。映像作品は一度生まれると何度も人に届きます。劇場、配信、関連商品。物語は形を変えて広がっていきます。ここでよく出てくる言葉が IP です。キャラクター、音楽、映画、ゲームの世界観。人の記憶に残るものは会社にとって宝箱のような存在になります。一方でソニーには目立たない強さもあります。それがイメージセンサー。カメラやスマートフォンの中で光を受け止める小さな目のような部品です。写真も動画もまずは光から始まります。その光を読み取り記録できる形へ変える。小さな部品ですが世界の映像体験を支える土台です。ゲーム、音楽、映画、カメラ、センサー。ソニーは
多くの畑を持つ会社です。それぞれの畑は違って見えますが、根っこには人の体験があります。強みは畑が多いことだけではありません。音楽が映画へ、映画がゲームへ、ゲームがファンの輪へ。感動の種が別の場所で芽を出すことがあります。ただし、畑が多い会社は見るのも簡単ではありません。ある事業が晴れていても、別の事業には雨が降る。投資家は全体と部分の両方を見る必要があります。ソニーには金融事業という別の顔もありました。保険や銀行など、ものづくりとは違う性格の事業です。近年はこの見え方も変わりつつあります。このあたりの細かい数字や事業の分け方は動画の詳細欄にまとめます。本編ではソニーがどんな会社へ変わってきたのか、その流れを大切に見ていきましょう。ソニーの今を考える上でクリエイターという言葉は欠かせません。音楽を作る人、映画を作る人、ゲームを作る人、その表現を支える会社でもあるのです。ソニーは自分たちの存在意義をクリエイティビティとテクノロジーの力で世界を感動で満たすという言葉で表しています。ここにソニーらしさがあります。技術だけで終わらない。便利さだけでも終わらない。人の心が動くところまで届けようとするのです。時代が変われば会社の舵取りも変わります。ソニーグループでは2025年から十時弘樹さんが社長 CEO となりました。世界の感動をどう事業に結びつけるのか、次の舵取りが始まっています。その前にグループを率いた吉田健一郎さんは会長として残ります。大切なのは急に別の会社になることではありません。積み上げてきた方向性を次へつなぐことです。もちろん未来への峠は平らではありません。ゲームの競争は激しく、映画や音楽にはヒットの波があります。センサーも世界のスマートフォン需要に揺れます。ゲームの世界では作品を作る費用が大きくなっています。面白いものを作るには時間も人も必要です。だからこそ人気作を続ける力と新しい挑戦の両方が問われます。IP は宝箱ですが、置いておくだけでは輝きません。大切に守り、時代に合わせて育てる必要があります。ファンの心は思った以上に正直です。イメージセンサーも万能ではありません。スマートフォンの需要、競合、技術の変化、小さな部品の向こうには大きな市場の波があります。そしてソニーは世界で商いをする会社です。為替、規制、地政学、国を越えるほど追い風も向かい風も大きくなります。それでもソニーには簡単には真似できないものがあります。技術、作品、ブランド、そして世界中の人の記憶に残る体験です。長平の帳簿に今日の鍵を書いておきましょう。ソニーを見るときは電機メーカーとしてだけ見ないこと、感動を生む事業群として見ることです。一つ目の鍵はゲームです。どれだけ多くの人が遊び続けるのか、ソフトとサービスがどれだけ長くつながるのか。二つ目の鍵は音楽と映画、そして IP です。一度生まれた物語や楽曲がどれだけ長く愛されるのか。ここにソニーらしい資産があります。三つ目の鍵はイメージセンサーです。人が世界を見る方法が変わるほど、光を受け止める小さな部品の役割も変わっていきます。四つ目の鍵は経営の選択です。多くの事業を持つ会社だからこそ、どこに力を入れ、どこを切り分けるのかが大切になります。振り返れば、始まりは小さな工房でした。自由に考え、面白いものを作る。その精神は、形を変えながら今も残っているように見えます。ソニーは機械を作る会社として始まりました。けれど今は音、映像、遊び、光を通じて世界の感動を支える会社になっています。今日の鍵はここにあります。ソニーを一つの製品で見ないこと。人の体験を支えるいくつもの物語の集まりとして見ることです。
小さな工房から世界の感動へ、この物語はまだ続いています。次にどんな体験を生み出すのか、そこにこれからのソニーを見る面白さがあります。それでは今日の物語はここまで。上杉翔平でした。また次のいいショーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。